どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。X、Instagram、TikTok と活動の幅を広げておりまして、概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今回なんですけれども、東宝が誇るゴジラシリーズ最新作のゴジラ -1 の最新ポスターが公開されたので、ちょっと話をしていこうと思います。11月3日に公開されるゴジラ -1 は、ゴジラシリーズ最新作であり、シリーズ70周年記念の記念碑的な作品として制作されており、過去のゴジラシリーズとは繋がらない完全なスタンドアローン作品なんですよね。今作の監督を務める山崎隆さんは、何もかもを失った戦後の日本、そこに追い打ちをかけるようなかつてない絶望を与える存在を描く、そんな意味も込めてゴジラ -1 というタイトルは生まれました。そしてそのことを描くために恐怖そのものが歩いてくるかのように見えるゴジラの姿と、絶望に絶望を塗り重ねるような設定をスタッフともども作り上げてきました。僕が今まで作ってきた映画の集大成になっていると思います。そしてそれは劇場で見るのではなく体験するにふさわしい作品になったと思います。ぜひ最強のゴジラを最高の環境で体感していただきたいと思いますとコメントしており、ゴジラ -1 はこれまでのゴジラ作品とは明らかに違った恐怖を感じさせるようなテイストで制作されていることを示唆しており、公開された予告編ではその言葉通りの人間たちを震え上がらせる恐怖の象徴のようなゴジラの破壊行為が描かれていました。9月に入り予告編公開以降多くの情報が解禁されてきまして、徐々に今作に登場するゴジラの全身像も明らかにされてきましたね。劇中スチールとして公開されたゴジラのその姿は、佇まいからして凶暴さが感じ取れまして、何かを睨みつけるその目線は恐怖を感じるものだったんですよね。そしてこのゴジラは何かを威嚇するような表情をしているので、目の前に何か別のものがいるような気がしてくるという話を前回の動画でしたんですが、ゴジラは一体何を見ているのか非常に気になりますね。これだって思うものがある方はよかったらコメント欄で教えてください。そんな中、昨日新たな劇場用ポスターが公開されましたね。そこに描かれているゴジラの姿が大きな話題を呼んでいるんですが、皆さんはもうご覧になられたでしょうか？このゴジラめっちゃかっこいいですよね。これまで発信されてきたデザインからは重厚感は感じられたものの、躍動感という部分に関してはまだそんなに感じられなかったんですが、このデザインだと今回のゴジラはかなり機敏な印象を受けますね。尻尾は本編中で街をなぎ払う場面などで攻撃手段として使用することが明白なので、大きく動くことは間違いないでしょう。シン・ゴジラのようにさすがに尻尾から熱線を発射するなどのアクションはないと思いますけどね。また全体的にどこかしら恐竜を思わせるデザイン感がありますよね。こちらに向かって口を広げているんですが、その顔つきはまさに肉食恐竜を思わせるもので、今回のゴジラは平成シリーズで登場したゴジラザウルスなどの恐竜から進化したものと思わせてくるような佇まいで、個人的にはめっちゃグッときましたね。そして何よりこのポスターで重要な要素は、ゴジラ -1 のゴジラの放射熱線の色はやはり青色であるということがはっきりと明示されたことではないでしょうか。背びれの発光はしていないものの、尻尾の部分は発光しており、放射熱線の発射の姿勢になろうとしていると思われるんですが、今回のゴジラは2014年に公開されたハリウッド版ゴジラにおける演出の一部として採用されていた熱線の発射の際に尻尾部分から徐々に背びれが発光していくというものが取り入れられているのかもしれませんね。本編が非常に楽しみになってきました。ここからはゴジラ -1 に関連はあまりしないものの、ちょっと繋がってきそうな面白い話をしたいと思います。予告編公開当初からゴジラ -1 で横須賀が登場するのではという考察があるんですが、その横須賀という土地が実は初代ゴジラとゆかりのある土地であるということは皆さんご存知でしょうか？神奈川県立観音崎公園の南端、観音崎自然博物館の横に多々良浜という場所があるんですが、そこにあるのがゴジラの足跡と呼ばれるものなんですよね。多々良浜は初代ゴジラが上陸した地と言われ、かつてはゴジラの滑り台と呼ばれるものが設置されていました。老朽化のため1973年に取り壊され、
現在はゴジラの足跡のみがモニュメントとして残されています。初代ゴジラの10分の1スケールの足跡が浜に築かれているのに合わせて、歴史を感じられるいい場所でして、最寄り駅の京浜急行線浦賀駅の電車接近時のホームで流れるメロディーも映画ゴジラのメインテーマをアレンジしたものを使用しています。しかし初代ゴジラは多々良浜には上陸していないんですよね。実際には品川埠頭から品川へと上陸し、品川駅構内へ侵入し、さらに京急本線八ツ山橋古線橋を破壊して東京湾に去っていくので、残念ながら観音崎は関係ないんですよね。ではなぜ前述したような話になっていて、ゴジラが観音崎から多々良浜に上陸したという話になっているのかというと、初代ゴジラの劇中シーンにそのヒントが隠されていました。東京湾周遊中の昭和10年に就航した東海汽船所属の東京湾の女王と称された貨客船で、戦後は伊豆大島との往復の他に納涼船として運用されていた橘丸の甲板でダンスをしていた人々が目の前の海面に姿を現したゴジラを目撃し、パニックに陥るシーンが初代ゴジラにはあるんですね。そしてその後に観音崎北東15マイルの海中に北西に向け移動のゴジラを発見するという発表が流れるシーンがあり、これによって観音崎上陸説が広まっていったのだと推測できるんですよね。当初はまだ電話などのインフラも未発達の地域もあり、人々の口コミなどで噂が広まっていっている時期でもあったので、劇中に登場したその観音崎北東15マイルにゴジラが出現したというシーンが多々良浜にゴジラが上陸したという話になり、噂として伝わっていったのかもしれませんね。ちなみに色々とウェブ上でも検索してみたところ、先ほど前述した足跡は初代ゴジラを映画館で見た横須賀の観光会社の社長さんが映画をとても気に入って劇中で言及されていた多々良浜の沖の観音崎にゴジラが初めて出現したというシーンの記念に滑り台を設置した際に一緒に設置されたもので、公式のものではないそうです。そしてその滑り台はゴジラの名前の使用許可が下りないことからティラノサウルスの滑り台という名前になっていたそうですが、それがファンたちの間でゴジラの滑り台と言われるようになり、広く広まっていったようですね。横須賀方面に友人が住んでいるんですが、ゴジラ -1 では横須賀近辺がもしかしたら登場するかもしれないという噂があることを知ると喜んでいましたね。親族にゴジラファンがいるようで、今度こそ噂や早とつりではなく、ゴジラが本当に横須賀に上陸してくれるかもしれないってことで興奮しているそうです。実際に劇中に登場するのかは全くの未知数ですが、もし登場したらこの多々良浜にあるオブジェクトに合わせてまた新たなゴジラの名所などが誕生するかもしれませんね。観光地が活性化するなど経済効果も期待できるゴジラ -1 にはいろいろな意味で期待できますね。次回の情報発信が楽しみです。また面白い情報が入り次第動画にしますね。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。